皆さんこんにちは、スノーと申します。今日はここに並べてあります完成したんですね。完成した刺し子布巾をちょっと1枚ずつ紹介というか、こんな感じで刺しましたっていうのを話そうかなと思って動画を撮っております。よろしくお願いいたします。そうですね。これが多分一番今までにないタイプの布巾かなと思いまして、これちょっと広げてみますけど、刺し子をしてるんですけど、これ見るとあれじゃないって思う方はいるんじゃないかなっていうふうには思うんですけど、いや普段使ってますみたいな感じの人も多いんじゃないかなと。無印良品の布巾ですね。確か12枚くらいセットですね。それくらいセットで発売されているもので、確か私はここの縁何もないタイプのものを購入したんですけど、確かここに何か色が入ってるのもあったような気はします。で、これはもう結構もう何年も前からインスタグラムだったかネットだったか見たことはあったんですよね。これに刺し子をしてる方がいらっしゃるんだなっていうのはもう前々から分かってて、いずれやってみたいなというふうには頭の中であったんですよね。で、そういうのもあったので、今回刺してみたっていうのがあるんですけれども、ただ刺したいなって思いつつなかなか実際じゃあ刺してみようまで動かなかったっていうところは、やっぱりこういう曲線のところに対してどういう模様が合うのかなっていうのがいまいち私の中で丸模様かなとかは思ってたんですけれども、この模様だったら合うんじゃないかなみたいなものが自分の中でなかなか定まらないっていうことがあったので、もう何年も前からこういう形というかこれに気軽に買えますし、無印良品ってどこでも店舗はそれなりにあったりしますので、値段的にもいいですし、いいですし、手に入れられやすいですし、そしてこれだったらもうなんていうんですかね、下準備、これ自体の下準備ももうする必要もないなっていう、だから刺し子だけできればみたいな風には思ってはいて、で今回なんでこれやったかっていうと、やっぱこの流れ万字っていう模様なんですよね。これをミルムの刺し子講座で私受講してまして、それで書き方っていうものを練習したんですよね。それが、さらしにするとこういう、ちょっと、あれとは違うんですけど、講座での糸とは、ちょっと自分の手持ちの糸で刺しましたので違うんですけれども、これの書き方っていうのを、私曲線って言いますと丸模様か七方つなぎだから円にして書くものしか今までやっていなかったので、その点その動画を見させていただくことでなるほどこうやるんだっていうのが自分の中で分かって、実際にこういうふうに一回やってみて、でこの模様を見ながらこういうのだったら無印良品の布巾に合うんじゃないかなっていう、なんとなくこのカーブ、なんとなく丸いカーブの部分とこの模様、流れるような曲線が、緩やかな曲線が合うんじゃないかなっていうふうに、その講座を見てすごい感じたので、これに講座だったので、まずさらしにこのようにやってみて、でそれをやった上でこちらの布巾の方にも同じように模様を、ただあれが違うだけなので、この曲線の感じは同じで、ただ面積がそれを伸ばせばいいだけの話だし、あとこの辺は好みだとは思うんですけど、ここをぐるっと
丸くこう、枠を作るかどうかっていうのは好みだと思うんですけど、まあ今回はちょっと、まあいろいろやってみようと思って、まずはもうその模様だけを、この枠のギリギリまで、はい、やってみて、いいんじゃないかなって自分の中ではなかなか納得できるような、本当さらっと使える、1枚です。もう、この売っているものの状態のまま、ただ、講座の、ように、こう、型を作って、まあ、それは興味ある方は講座見ていただければと思うんですけれども、それを、参考にして、曲線を、あれで書いて、あれっていうのは、これか。これで書いたりして、ところどころ、これで印をつけたりして、まあその辺はこう熱で消えるタイプのものを使う方もいるので、これは好き好きなんですけど、はい、私はちょっと最近はこっちをよく使ってることが多いですけど、まあこれで書くときもありましたけど、今回はこっちのセットで、はい、書いて、このように、すごい私なりに気に入っていて、で、まあこれ1枚なので、じゃあ刺し始めとかどうすんのっていうのは本当にもうなんかこれって、ここの枠だってね、なんかザクザクっと使える感じの付近なので、この端っこに関しては、ちょっとこのあたりから、この交わるあたりからかな。ちょっと一回こっからスタートして一回こっちまで戻って、で、同じように、ここだ、折り返しのとこだけちょっとね、針の出方の部分をちょっと変えて、全部は抜け切らないようにして、で、あとここを重ねてただ戻ってきてっていう感じで、あとはここを進む。で、あとはこう際で切っている。まあ何目か、4目くらいですかね、重ねているので、まあこの辺はちょっと私も使っていこうかなとは思うんですけど、まあ余裕は持たせているので、使い込んでいくうちに馴染んだりするのか、一気にバーッとほつれることはないので、一目くらいここがピロって出るかもしれないですけど、まあ、4目くらいは、これもなんかやっぱりさらしとは違って、さらしよりももうスカスカなので、ちょっと太めの糸を使いまして、糸は、どこかにあったんだな。そうだ、ここだ。どの糸を使ったのかっていうのは、字幕かなんかで、はい、書いておこうかなと思います。こちらのグラデーションの糸を使いまして、最近購入したので、はい、それで、このように刺してみて、はい、これはなかなか気に入って、なんかさらっとサクッと、なんか刺し子付近って、よく思いません？なんか言われたりとか、なんか使うのもったいないみたいなことってよく聞くな、みたいな。いや、まあもちろんわかるなっていうのもあるので、そうだよなとは思うので、ただなんかこういう感じだと、結構、ね、ザクッと使えそうだな、みたいな。でね、昨日一日、線はもともと別の日に書いてましたけど、これ自体は一日っていうかまあ何時間かで、昨日と一昨日も刺したかな。はい。まあまあ、なんていうか、正確に何時間かかりましたってなかなか言い難いんですけど、ちょこちょここうガーってやってるので、ただ、昨日、一昨日くらいで、この刺し子は終わったので、結構これはサクサクさせたし、サクサクなんかこう、なんか使うのもったいないみたいな感じっていうよりは、なんかこう、さらっと使えそうみたいな感じがする。もともとこれ自体がね、馴染みありますもんね。刺し子がどうのこうのじゃなくて、この付近もともと使ってたって人多いと思うので、それ自体は変わりないですし、かえって、なんかさらしを買って、それで、付近っていうことの方が、そもそも私もさらしを買うのは、あれが初めてっていうか、だから刺し子をするようになって初めて買ったっていう部分はあるので、逆にこういうのとなんかもったいないみたいな感じに、もしかしたら、まあもちろん人によりますけど、なるのかなっていうところをこう、さらっと使いやすく。で、これの、さっきも見せましたけど、はい、
さらしバージョンはこちらで。はい。こちらは、もうほぼ正方形になってるので、ここの枠線もそうなんですよ。講座で勉強して、そのように刺してみたので、初めて刺したんですけど、はい、もうちょっと練習が、特に裏の部分がなかなか、表と裏の目のバランスを考えて、裏がなかなか、やっぱりちょっともう一回練習して、はい。他の模様でも活用できるようにしたいな、なんては思っております。ということで、まずはこの、はい、流れまんじを、さらしにやってみたんですけど、なんかこの模様を見て、なんかこれにいいんじゃないって思って、これに刺したっていう、紹介というか、こんなことをやっておりました。はい。で、こっちのついでにというか、ちなみにこっちは確か、これですね。はい。どこの糸かは字幕をつけておきます。はい。これと、はい、これですね。この3色で、こちらは刺してみました。はい。ということで、まずこれですね。はい、これが1点と、あと残り、この3つですね。これはですね、何回目だったかな。14回目の、作りかけの刺し子付近で、自分なりの収納っていうことで、なんか袋に収納してますみたいな話をしたんですよね。なんかこういうものの紹介とか。はい。このあたりはリンク貼っておきますので、そっちの14回目ですね。そっちを見ていただければわかりやすいんですけど、あの時の動画ではまだこれ全部途中だったんですよ。途中だったのが、はい、完成しましたって思ったので、一緒に動画にしようと思って、収録を撮っております。じゃあ一つ目がこれですね。重ねますつなぎですね。はい、これももう基本私何回も刺してるんですけど、糸どこだったかな。糸を今、あれさっき準備して近くに置いておいたのですが、糸。あった。影になっていた。はい。こちらの糸を使って、このように刺してみました。これの、重ねまさつなぎ何枚も刺してはいるんですけれども、私完成品を投稿しているインスタグラムもあって、そちらの方でこれを投稿したところ、なんか一番反応が良かったなって思って、私もなんかこの糸でこれを刺した時に、なんかいいなっていうふうに思ったので、また糸も変えずに同じこの糸で作ってみて、やっぱりいいなぁなんて、はい、思ってた、重ねますつなぎですね、こちらは。はい。もう、ね、裏も変わりないです。裏も表も変わりないです。何か違いがあるとすれば、ここの交わる点が、違うだけですかね。はい。ここが丸が開いているか、それとも重なって重なりの交点になっているかっていうだけの差くらいなもので、はい。表も裏も変わらず。っていう感じですね。模様刺しってそんな感じですよね。はい。次。これはあと丸模様ですね。丸模様を刺しました。ちょっと糸がもうなんか糸がいっぱいありすぎて、糸がどこに行ったかなんだか。糸玉で紹介しようと思ったんですけど、ちょっと今ありすぎて見当たらないので、はい、付近だけ紹介します。映像で見るとちょっとどれくらい見えてるかはわからないんですけど、ラメ入りなんですよね。ラメ入りで
そうですね。こう実際見た方がこれはわかると思います。キラッキラと、ちょっと一箇所だけ、ここだけちょっと糸を切り忘れました。後で切っておこうかと思います。はい。こんな感じで。はい。これも、模様出しはそうですけども、裏も表もないぞ。余計ですね。これだと余計に裏も表もないぞっていう感じではあります。はい。はい、もうシンプルでいいですよね。これね。はい。ということで、次は、はい、もう何枚も、何十枚もかな。麻の葉ですね。もう何枚も刺してきた定番です。はい。はい、こんな感じで刺してみました。これは、いつものカード巻きの刺し子糸と、あと、同じところのですけれども、これは風巻きになってるのをダマにした感じで、これはね、糸を変えてまたちょっと作りたいな、なんていうふうには思っております。ということで、はい、ちょっとザクザクっと紹介させていただきましたが、今回は最近完成した刺し子付近の紹介と、あとは初めてなんですけど、ちょっとあれですね、無印良品の付近にも刺してみて、なんかザクザク使えて、こういうのもいいんじゃないかなって思いましたので、この紹介をさせていただきました。はい、聞いていただいてありがとうございました。スノーでした。